車好きラリーチャンネルのヒラリーです。今日は WRV の内装で感じた点、質感や使い勝手について、フロントシート、リアシート、ラゲッジスペースと進めていきます。WRV の内装で取り上げたい点を挙げさせてください。まず、インパネ全体的な部分。すごくね、力強くて大きさを感じます。これね、気を使って言ってるわけではないです。もう自分初めて乗った時にね、横幅あるねと。すごくね、全長コンパクトで、ボディの全幅が1790だったかな。で、その数値自体はね、中間ぐらいの感じなんですけれども、乗った感じね、結構大きく感じられます。やっぱりこの辺がね、イメージとしてはね、オーソドックス。オーソドックスって言うと聞こえはいいですけれども、ちょっとね、そんなに新しさを感じるタイプではない。っていうのはね、どなたでも見慣れたらね、そう感じられると思います。で、自分もやっぱりね、そう思いました。でもね、大きく感じられるんですよね。水平にスッと広がっているのもありますし、あとね、ボンネットもかなりね、ボリューム感あって見えます。ちょっとね、今回ここで見切りについて触れたいんですけれども、右前はね、すごくわかります。見えるかな？フェンダーの上のあたりの盛り上がりがはっきり感じられて、で、その内側ね、盛り上がって凹んでる部分、そのプレスラインもしっかり見えまして、この辺ね、前合わせやすいのは合わせやすいです。でもね、ボンネットね、すごくよく見える分だけ、ちょっと大きさを感じるところもあるんですね。これが満足感と感じられるのか、取り回しが今一つと感じられるのか、それぞれでしょうけれども、とりあえずね、見えます。で、左前はね、内側のプレスラインがね、すべて見えるんですね。で、外側のフェンダーの上の部分の盛り上がりは、そこまで見えない。中間、半分ぐらいまでかな、見えるの、多分ここですよね。ヘッドライトがあって、この内側の部分。運転席から見えた対角線上の、プレスラインじゃないけど、このすごい盛り上がってるんですよ。本当は、このフェンダーラインのところがね、ここが見えたら一番運転しやすいのは間違いないんですけれども。なので、錯覚しちゃうというかね、そこまでしかありそうでなさそうで、外側にまだあるので、ここを気を使うとね、ちょっと。でも見えないよりはいいかなといったところです。参考までにね、トヨタ車ですと、フェンダーの上あたり盛り上がってる車多いので、ノアボクシーとか想像されたらわかりやすいかな。本当はね、一番外側が盛り上がってるのが乗りやすいとは思います。ただ、スタイルも含めて、ホンダ車ってね、内側のプレスラインが盛り上がっていて、そこが目に入るようにと作られていることが多いなと思いますので、ちょっとした差別化でもあるんでしょうかね。とりあえずね、この車が、今日のは Z プラスというグレードで、お値段250万円。全長コンパクトで、いわゆるコンパクトな SUV ですけれども、ボリューム感あってね、大きい感じしますね。じゃあちょっと、運転席周りから行きましょうか。まずメーター上質ですね。ベゼルに近いタイプに見受けられまして、こっち側のスピードメーターの部分がアナログメーターです。で、左側が液晶表示部になっています。これね、くるくる回すことで多彩なね、情報が表示できる。あと全部ここ日本語ですのでね、わかりやすいです。タコメーター、燃費、オーディオ、ナビゲーション、全席シートベルト、安全運転支援、追加車両設定、表示設定、警告メッセージ。ナビゲーション、これナビ設定しておくと、もっとまっすぐだよとか、次右だよとかね、そのぐらいはここに表示してくれます。で、あとね、タコメーター、これはね、すごくシンプルな表示になって、中央部にね、アナログの針の付け根があるところまで液晶デザインされますから、もしね、これカメラに映ってたらね、ぜひ取り上げたいポイントです。ちょっと軽く回転数上げてみますとね、軽いですね。スロットルが大きく開くのかな。乗るとね、ちょっとエンジン質感的にと思うところあるんですけれども、それはちょっと別の動画でご覧いただければ幸いです。で、右側はオーソドックスなメーターで、60キロがね、左上に来る。大きめに針動きますので、加速している感じはね、結構伝わってきます。このメモリが小さくて、例えばね、この60キロが今40の位置とかにありますと、同じ加速する間にね、針はゆっくり動くことになります。そうなってくると、加速感も低く感じられますので、このオーソドックスで針の動きが大きいメーターっていうのはね、やっぱり加速感にも感じやすいというのかな、強い加速感とも感じやすいというメリットにもなります。あと、この車はパドルシフトがついてるんですね。全グレードついてるみたいで、ここ、マイナスとプラスというタイプのものです。で、これがね、
シフトセレクターで S レンジに入れておきますと、D の下。これにしておくと、パドルでね、もうずっと固定ができます。今はまあ S1 ですけれども、こんな感じでね、この辺はやっぱりコストを使っても、コストをかけてもといったところでしょうかね。こういった割り切りがね、もう本当、この車、乗り味でも装備でもね、感じられます。やっぱり日本車のね、普通の一般的な国産車とはちょっと違うのかなと思うところがね、いっぱいあります。で、ステアリングスイッチの周りはね、これ結構押し応えがね、合成っていうのかな、硬さがありますね。ここは、くるくる回すのは滑らか。で、押す機能もあります。決定が押すですね。で、ホームと、あと戻るボタンとなってまして、押す方がね、ちょっと硬めで、かっちりね、しっかり押したのが伝わってくるぐらいの感じですかね。で、右手側が ACC に関する部分です。車線中央をキープして自動でハンドルね、操舵支援っていうのかな。それをしてくれる機能はこれでね、できます。ACC 切ってもこっちだけ残ったりするのでね。あんまりね、ACC 使いすぎると、そう、今ね、自動で減速してくれるのかしてくれないのかって分かんなくなっちゃう時あるので。では中央部行きましょうか。ナビはね、これホンダの純正の。で、あとちょっと、いろいろね、文字小さいのはあるかな。これ表示画面大きさ切り替えできなかったら、細かい字でね、びっちり出てく感じですかね。すごいいっぱいありますよね、設定画面ね。これがメーター内の方で設定する部分と、ここで設定する部分がある。一個ずつね、全部これなんだろうって試したくなっちゃうタイプなんですけれども、逆にこんなのね、いじりたくもないって人もいらっしゃると思うので、とりあえずね、こんな感じになっています。あとは、そうね、ハイブリッドではないので、そんなにエネルギーモニターとかね、そういう表示はないのかな。で、いいのはここに物理ボタンがあるところですね。直したら何個置きますかね。これはなし。これは現在地。これもなし。あと、これ電源。画面ワンタッチで消せるのかな。あれごめんなさい。これオーディオの電源のボタンですね。今、オーディオオフって出ましたので。長押しで。なるほど。ここで明るさの調整が出てきて、ちょっと暗くしましょうか。見づらいですね。多分ね。で、ここで昼夜切り替えとか、画面消しができるの。なので2タッチかな。これを長押しして3秒ぐらい。で、画面消し。こんな感じですね。比較的わかりあれ、戻んなくなっちゃった。あれ戻すのも長押しかな。そうだ。戻すのはワンタッチにしてほしいのかなっていうのはありますね。じゃあ次行きます。エアコンのルーパー、この吹き出し口の切り替え。ここ抵抗が入っていて、軽く滑らかでね、でも抵抗があるので細かい調整もできますね。几帳面な方でしたら、ぴっちりこのパネルのね、角度に合わせて、これも、両方合わせてっていうのがね、多分やりやすい方です。で、エアコン操作部。エアコン操作部は、操作感は、そうですね。こっちのレバーがね、ちょっと今一つ。これはどうでもいいんですけれどもね。で、この押し応え、この辺はね、軽くて、ストローク感もあって滑らかで、いいなと思います。で、こっちはね、ちょっとカチカチした感じがね、ただね、もし、サーキット行くようなね、グローブ。サーキットってグローブ必須ですから、入れてくんない。安全のためにね。そういった時、もし行かれるとしてもね、この辺は間違いなく操作ができるような感じでね、レバー式になっています。運転中もあれですね、ダイヤル式より素早く直感的でいいのかな。その辺はね、思いましたね。で、その下、スマホの置き場と、これが多分通信もできる USB ソケットです。で、左下が充電用のスマホの USB ソケットですね。タイプ A かな。ごめんなさい、こっち。これは、タイプ A ですね。で、ドリンクホルダー。ちょっとドリンク入れてみましょうか。余裕があるサイズです。ちょっとガタついちゃうかな。でもね、シフトレバーには全然かかってこないので、いいなと思います。横並びっていうのがね、やっぱり一番あれですかね、嬉しいところですかね。で、センターコンソール。これ SUV なんですけれども、センターコンソールの高さを抑えられていて、自分の膝がシフトセレクターに来るぐらいの感覚です。これは、どうでしょう。包まれ感っていうのは今一つ。でも、開放感っていう面ではね、いい感じじゃないかと思います。で、シフトセレクターがね、軽い感じでね、これ滑らかです。ちょっと動かしますね。S はプッシュスイッチ。
まだちょっと前がうるさいですね。これがね、滑らかでね、行き過ぎちゃわないように動くのはいいです。滑らかというかね、とりあえず軽い。軽いのはね、いいところですね。ここ行きます。ここはまずサイドブレーキ、手引きのね。これね、最近ね、オートに慣れてると自分ちょっと引き忘れちゃった時もありまして。でもカチカチカチって感覚がね、そうね、マニュアル車も自分乗るので、本当はね、忘れちゃいけないんですけれども、雰囲気味わえます。で、この両脇にはスマホを置けるね、スマホを入れられる薄いポケットがあるんですね。で、ちょっとスマホ入れてみますね。こんな感じのがね、両側についています。で、サイドブレーキ扱うときね、全然邪魔にならないです。これで、手当たんないんでね、ギリギリの位置の、あれですかね。位置決めと深さとっていったところなんでしょうかね。ほんと薄いので、でもちょっとパカパカいくかな。気になるんでしたらね、前に置けばいいですし、ささっと撮ってカメラとかはね、こう使われる方でしたらね、ここいいんじゃないかと。そんな感じです。で、最後。ここ、アームレスト見てみましょうか。アームレストの革がね、ここの合成側がね、一番質感高いなと思います。ごめんなさい。このハンドルの表面の革とかは、硬くてね、ウレタンに近い感じなので、上ルーフレールついてますから、この車 Z プラス本革というのはね、間違いないんですけれども、ちょっと硬めのウレタンって感じでね、肉もほとんどない。で、独特の革といった感じです。で、ここは気持ちがいい合成革って感じでね。でね、ステッチ入っていて、ステッチちょっとうねっています。でもうねってるのがね、本物感強調されていいなっていうのもありますからね。で、カメラ映るかな？シートの脇、ここもね、コンビシートになっているんですけれども、この辺はちょっと硬くてね、やっぱりここが一番良くて、で、一番、特に半袖でスウェット増えれるのはここですから、コストのね、かけ方として、ここは結構お金かかってるんじゃないかなというのを感じました。助手席側です。まずね、ドアトリムを見てみましょう。ドアの内張り。これね、結構凝ってると思います。この辺が、合成革かな、柔らかいソフトパッドになっていて、あとここもね、本当に薄いです。多分ベーゼルとかの方がね、この柔らかかったと思うんですよね。でもこの車も肌触りいい感じになっていて、この辺ね、立派だと思います。この辺がね、すごい目立つメッキとか、シルバーの金属調とかではなくて、塗装のグレーといった感じとかなのでね、そんなに高級な感じ受けないとは思いますけれども、シックなね、大人の上質さという面で、手数は多いですよね。部品点数も多い。この辺やっぱりね、WRV のコンセプトみたいなところで、大きくて立派で、それでお値段そこそこというね、コンセプトを具現化しているようなね、一つのところだと思います。じゃあちょっとこの中見てみますね。じゃあすいません、ちょっとね、運転席側から自分失礼します。シートはこの車は Z プラスということで、Z からそうなんですけれども、ファブリックと合成革のコンビになっています。この辺分かりやすいかな。で、意外と小ぶりですね。ここの隙間が狭くて、包まれ感が重視されているといった感じです。で、この辺はね、厚みはありますけれども、比較的柔らかいんでね、きつくはなかったらどうかな。体型次第なんでね、自分はそんなにきついとは思いませんでした。同じように座面も、お尻のところとかね、狭めで、サイドサポートにちょっと足が乗っちゃう、この辺乗っちゃうような感じかな。といった感じですね。で、シート表地の模様は、この辺がストライプ。で、この辺はね、ちょっとドット絵みたいに見えるような感じでね、切り替えが入っていて、なかなかね、凝ってますよね。ストライプ、ドット、それから合成革。どうです？いいか悪いは別にしてね、凝ってるのは凝ってますよね。あとね、いいか悪いか別にして凝ってるっていうと、このランバーサポート。この辺がね、すごく張り出しています。で、体をここに密着して運転したいとすると、ここから上ね、上半身がのけぞるような形になります。のけぞらないと、上半身がね、ここから離れてくるような形。で、やっぱりこれも体型とか好み次第ということでね、パワーシートのランバーサポートで言ったら、一番張り出したぐらいに来るのかな。へこまして座るのが好きな人にはね、ちょっと向かないかなと。でももしかしたら慣れるかもしれないというか、慣れちゃうかなっていったポイントです。で、あとね、すいません、
足元の話。この車はセンタータンクレイアウトではないということなのですけれども、ここね、普通にセンタータンクの車と同じように出っ張っています。ここ盛り上がっていて、その上にね、シートレールが来てる。で、ちょっとね、乗るときここかかと当たるんでね、降りるときもそうなんですけれども、少し残念かな。広さではなくて、できればね、ここ盛り上がりない方がね、ここ足当たらないので楽というのはあります。すみません、あと1個。グローブボックスがね、これダンパーないです。これだけちょっと欲しいですかね。手で支えるように下ろさないとパターンと落っこっちゃいます。じゃあ、あとね、助手席側からの見え方というのをね、ちょっと撮ってもらいます。リアシートです。リアシートはね、WRV の一番いいとことさえね、自分は言いたくなるようなスペースです。で、ちょっとね、ドアの内張り見てみましょうか。やっぱりね、フロントと同じような感じです。この辺がね、硬くなってるのが違いかな。本当はね、このパネルとかちょっと加色されてたらいいんですけれども、やっぱり最上級グレードですからね、でも言い出したらキリがない。この辺りでもね、十分ね、部品点数は多いかなと。で、ここは本国仕様ですと、ツイッターとかね、高音用のスピーカーとか入るんでしょうかね。目くら豚になっています。あと、ドアのポケットは2つ。じゃあ、ちょっとね、座る前に、ちょっと映してもらいますね。リアシートね、すごくいいです。シートのクッション性が良くて、とってもね、いい感じの姿勢で座れます。で、シートアレンジとかはね、ほんと前にポコン倒せるだけなんですけれども、とにかくね、座り心地がいい。このクラスの車として他にあるのかないのか。広いだけでしたらね、ミニバンとか他ありますけれども、そう、フォーマルなとかコンフォート的なセダン的に座れる車というのはね、そういう快適性が重視されたリアシートというのはね、そんなないなっていう気もします。じゃあ、あとね、座ってみますね。はい、自分ちょっとね、入ってみました。これ座るとね、いいね。座面の長さが、まずね、身長172センチの自分でちょうどいいです。長すぎると、この膝の裏ね、その血管とか水の部分に圧迫感があって、うざくなりますけれども、そういうこともなくてね、日本人の平均的な身長にちょうどいいんじゃないかな。女性の方とかでしたらね、もしかしたら座面が長すぎるかもしれない。そうした時にね、この先端の柔らかさが大事ですけれども、全然柔らかい。これならね、大丈夫ですかね。ごめんなさい。ちょっとね、ベゼルはこの辺硬かった記憶もありますね。こっちはね、柔らかい方。で、あと足元。足元が、ここね、ちょうどいい感じで体を踏ん張れるようにね、この前上がりなんですね、この部分が。ここに足を置いて座ると、すごくいい。実際こんな感じかな。このシートバッグ、背もたれと座面と足を置く場所。この辺がね、全部土妻が合ってるんですね。ただ広いとかね、どうこうなだけじゃない。もちろんね、広さも結構あります。今、フロントシート一番後ろですから、その状態でこれだけのスペースある。拳1個半ぐらい。でも、そのスペースより何よりね、この、座りやすさというか、自然な感じで座れるのね。で、なぜか不思議なんですけれども、リアシートはランバーサポートの部分とかね、背骨がブニュッと沈んでくれるように、ちょうどこの辺かな。この辺が沈んでくれるようにできていて、ここ柔らかいね。こっちの方がね、フロントシートより座り心地いいですかね。で、あとね、もうちょっといいところあります。フロントの、ヘッドレスト。ヘッドレストね、これ横幅小ぶりです。20センチないぐらいですね。18センチぐらいかな。で、見晴らしがいいので、そうですね、揺れにくさとか、路面の衝撃の柔らかさとか、視界の良さとかでね、酔いにくい車なのかなっていうね、想像はできます。想像ですけれども。ここは一ついいところ。あと、シートバッグのポケットは、助手席後ろだけです。それからね、夏は乗ってみてありがたいなと思うのがね、このリアの吹き出し口ですね。これも抵抗が入っていて、ゆっくり動くような感じです。やっぱりね、これ、あるとなしとはね、大違い。大体ない車も、足元からはね、送風口があったりしますけれども、この上向きに出てるっていうのはね、直接体に風が来る。つまり、早く冷えたいとか、早く温まりたい時にね、ここ風が出てくるのは、いいかなと。ごめんなさい。ただ、冬はね、寒い時は、エンジンが温まるまで冷たい風が出てくるでしょうから、その時はね、閉じるかな。で、10分ぐらい走ったら開けるが一番いいんでしょうかね。といった次第です。
じゃあちょっとね、今度ラゲッジを見ていきたいなと思います。どうも、左男爵です。ごめんなさい、カメラマン惑わしちゃった。まずね、ラゲッジ、そうだ、これハッチ。ハッチのテールゲートが、高さ的にはね、標準的な SUV 車らしい、そのくらいの高さなんですね。身長172センチの自分が、手伸ばしてちょうどいいぐらい。ここだとね、締めるときに持ち帰る必要がありますので、ここ掴むと、ちょうどギリギリぐらいかな。でね、重さが結構あります。ダンパーの反力がね、あって、グーって感じですね。結構重い。ただね、その分伸びるときはゆっくり伸びてくれてるのがわかると思います。でもね、これちょっと重いですかね。どうでしょう。リアシートの足元広いんで、買い物とかね、ちょっとしたものはリアシートの方がいいんじゃないかと。まだね、ちょっと体重をかけたくなるぐらいですね。で、ラゲッジ。ラゲッジはね、奥行きが広いです。この車全長4300台の、そうですね、B セグ、C セグまでいかないボディサイズなんですけれども、ラゲッジの奥行きはね、85センチぐらいあるんですね。これはね、大きい方だと思います。ちょっとね、びっくりしましたね。全長4500の C セグメントぐらいの感じです。で、横幅は、ごめんなさい、今片手なんでね、あれなんですけれども、さっき当ててみたところ、一番狭いところでね、1メーターぐらいの感じでした。で、ここね、フラットに作られていますので、すごくね、フラット。なので、この一番狭いところをね、広く使える感じですかね。あと、お約束の通り、手前側はえぐれていまして、で、SUV らしいなと思うのが、ここ。ちょっとね、紐を引っ掛けるようなフックがありまして、場合によってはね、ゴミ袋なんか引っ掛けてもいいのかな、といった感じです。で、あと、せっかくなんでね、ちょっとリアシートを倒してきますので、ちょっと待ってください。いきます。見えないですよね、今ね。どうかな、こんな感じです。ここね、この辺がご愛嬌でしょうかね。あと特別なシートアレンジはなさそうなので、座りやすさが重視されたリアシート。で、そうですね、ユーティリティ性能は、最低限といったところでしょうかね。こんな感じで WRV の内装を見てきて思うのは、シンプル思考ではなく上級思考。定められた価格の中で、立派さから来る満足感が重視されているなと感じます。本当、形状はね、新しさとかないんですけれども、全然道具っぽくない。で、これはリアシートが重視されている点からも、そうした良さがね、感じられます。で、乗った感じで言うと、長所短所が明確です。すごく明確。トヨタ車っぽい良さがあったりとか、マツダ車っぽい良さがあったりとか、あと逆にね、ホンダの得意なところがちょっとあれだったりとか、すごく上質の部分があったりね。逆にホンダらしからぬ質感の低さがあったりとかね、すごく面白いです。このあたり次の動画で触れていきますので、チャンネル登録してお待ちいただけましたら嬉しいです。では、車好きヒラリーチャンネルのヒラリーでした。